皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ガーミンのフェニックス 7X Pro というスマートウォッチをご紹介したいと思います。ガーミンというと高精度のスマートウォッチということでね、本当に期待の持てる一台となっているんですが、主なスペックのご紹介し、そして開封、また外観のチェックしながらしばらく使った上でのファーストインプレッションという流れでお伝えしたいと思います。では本日も行ってみましょう。では、このフェニックス 7X Pro の主なスペックをご紹介したいと思います。まず何といっても、このね、ディスプレイについています。このソーラー充電のロングバッテリーということが一番の特徴かもしれません。加えてこれもね、忘れてはなりませんが、タフネス設計となっています。アメリカの国防総省が定めるミルスペックの810に準拠しています。また、もちろんね、GPS も搭載していまして、4つの衛星から複数の周波数帯の受信を可能にするタイプとなっています。航空機や船舶などでも使っている、その技術が一般使用向けにも導入されているという点で、非常にね、期待が持てますね。そしてもちろん、健康管理の機能もしっかり入っています。第5世代の光学式心拍計が入っていまして、24時間のヘルスケア関連のモニタリングも実現しています。加えて、睡眠モニタリングにも対応していて、100点満点でその睡眠のスコアを表示してくれる機能もついています。さらに、スポーツ関連の機能も充実しています。60種類以上のアクティビティに対応しているということで、皆さんがされるほとんどのね、スポーツに対応しているんじゃないかなと思います。そしてここもね、すごい点になります。日本の詳細地形図が入っています。携帯電話でマップをね、確認することができないような場所であっても、もともと地図が入っているということから、この手元で地図情報を確認することができ、どこにいるのかということがね、はっきりわかるようになっている。このあたりも心強い機能となっています。そしてここもね、もちろん入っていますけども、Suica 対応となっています。財布を持ち歩かなくても、このウォッチ1本だけで買い物や公共交通機関などに乗ることもできると思います。ではこれからね、開封していきたいと思います。ということでね、パッケージ内容はこの通りになりました。まずウォッチ本体ですね。そしてこちらがね、専用の充電ケーブルとなっていて、USB-C に対してウォッチ側は独自の充電端子となっています。そして各種説明書も入っています。ということでね、本体がこの通りになっていますけども、いかがでしょうか。もうとにかくね、パッと見の印象めちゃめちゃ重厚感がありまして、かっこよさが半端ないですね。では、これから外観を見てみたいと思います。特に印象的なのは、このまずベゼルになりますが、高級感はめちゃめちゃありますね。さらにこのサイドボタンを見ていただきますと、本体のこの右上にまずスタートとストップボタンがついています。指触りとしましては本当にはっきりとわかりますね。またこの下の部分にも物理ボタンがあって、バックボタン、ラップボタンとなっています。さらにこの3つのね、サイドボタンがついているんですけど、ここにダウンと書いてあります。そしてこの真ん中のところはアップとメニューと書いてありますね。一番上のところはライトと書いてあって、ここに実は LED ライトが上部についています。触った感じはツルツルとしていて、この辺りもね、作りの良さを感じます。ちなみにこのタイプ一番大きなサイズの 51mm というんですけども、画面サイズは 1.4 インチになりまして、バンド幅は 26mm とね、太めのタイプになっています。そしてこのベルトそのままご紹介しますと、結構こういった柔軟な感じになっていて、加えてですね、こうツルツルというかサラサラしているので、嗅覚に関しましても非常に滑りがいいなという感じはします。そしてこのバックルになりますけどもね、これまた非常に作りの良さを感じます。そしてこのバンドになりますが、簡単に外すことができるようなんですが、どうやって外すかと言いますと、ここの部分、このようにスライドさせますと、こんな風に外すことができます。ここをスライドさせることによってバンドを簡単に外すことができます。ですので、はめるときははい。こんな感じでね、カチッと装着することができます。次に本体の裏側になりますけども、本当にね、作りの良さを感じます。ここにチタニウムと書いてあってね、素材に関してちゃんと表記があります。また、100メートル防水ですよっていうのも書いてありますね。第5世代の新しいセンサーということで、独特のね、配置になっていますね。では実際に重さを測ってみたいと思います。このスケールであればちょうど 90g となりました。スペックは 89g となっていますので、ほとんど誤差レベルですね。ということでね、こちらを剥がしてみたいと思います。いや、いいですね。ソーラー充電が可能となっているということです。では、これからね、電源を入れてみたいと思います。電源はこの左上のボタンを長押しということです。はい、出てきましたね。いやー、めちゃめちゃかっこいいですね。これ MIP 液晶なんですけども、全くこう粗さを感じませんし、今、起動してきました。
というわけで今ペアリングが終わりまして、ようやくね使えるようになったんですけど、正味ね5分ぐらいでペアリング作業は完了しました。ということで画面が今このように表示されていますけども、AMOLEDディスプレイに対しまして文字が粗いということもありませんし、本当に綺麗なディスプレイですね。というわけでね、これからじっくりちょっと使ってみたいと思いますので、しばらく使った上でのファーストインプレッションという流れでこの後お伝えしたいと思います。というわけでしばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは動作感ではないでしょうか。いろいろ触ってみましたけども、ボタンに対しましてこのように反応はめちゃめちゃいいですね。そして設定項目を見てみますと、こんな感じなんですね。もうほぼ指の動きに追従してきてくれますので、何も不自由はありません。そして縦スクロールのこういった情報を見る限り、全く何にも問題のないレベルとなっています。しかも触覚フィードバックが返ってきてくれるので、指触りというか感触がいいんですよ。またそれぞれのこのボタンに機能を割り当てることができまして、今現在はこの右上のボタンを1回押しますと、アクティビティにすぐアクセスできるようにしてあります。普段よく使う国内サイクリングですね。そして屋外ウォーキングもこのようにね、すぐアクセスできるようにしてあります。そしてこの同じボタンを長押ししますとタイマーにアクセスできるようになっていまして、しかもタイマーは一度セットしたものを記憶しといてくれましてね、よく使う3分だったり15分だったり30分前後のタイマーですね、この辺よく使うので残しといてくれるのすごく助かりますね。このように呼び出してすぐにタイマーを起動させることができます。しかもこれバックグラウンド上に持ってくることができますので、これ裏でタイマーが動いている状態ですけども、もう一度長押しをしますとここに今動いているのが分かりますね。で、またさらに大きな画面で表示させることもできます。このように動作感に関しては個人的には全く不満のないレベルとなっています。そしてですね、このウォッチフェイスの部分に様々な機能が割り当てられています。この時計の下に26と出ていますが、これはガーミンの有名な機能でありますボディバッテリーになっていまして、残り26になっています。ちょっとね、詳しく見てみたいと思いますが、77になっていますね。これが私自身の100に対しまして 77% のバッテリー残量っていう感じだったんですが、朝起きてからねずっと活動していまして、今現在残り 26% ですよということで結構疲れてるのかなという感じになっています。でしかもですね、これちゃんと就寝して1日休みをしっかり取りますと、また数値がどんどん増えていきまして、100になるっていうことはなかなか難しいかもしれませんが、休めば休むほどこの100に近づいていくっていう、それが数値で見るのとこういったグラフで可視化されるっていうのがですね、自分自身の疲れ具合をしっかり把握することができますので、今しっかり休まなきゃなとかね、そういった意識を与えてくれるのがなかなかこれいいなと思いました。そしてこの左上にありますバロと書いてありますけどね、これは気圧計になっていますが1007ヘクトパスカルになっています。過去6時間がこのようにグラフで表示されていたりして、過去から見てみますと気圧がどんどん今下がっていることが分かりました。ということで天候が悪化しているってこともね、このグラフから把握することができます。さらにこの右上には高度が表示されていまして、今14メートルありますよというふうにが出ていますね。そして右下には心拍数のリアルタイムの数値が出ています。今現在ね、ちょっと指でここの後ろのセンサーの部分触っているだけなんですけど、ちゃんと測定してくれてるのもすごいですね。こんな風に文字盤に必要な機能を割り当てることができるのが、これもね、カスタマイズ性が高くていいなと思いました。他にも文字盤っていうのはたくさんあるんですけども、今現在ね、この秒数表示と合わせまして非常にシンプルながらに使い勝手のいい文字盤をここに表示させています。次にね、やっぱり気になりますのは装着感ではないでしょうか。このフェニックス 7X Pro 重さが 90g ほどありました。ということで結構なね、重さがありまして、これまで使ってきたスマートウォッチの中では一番重いタイプとなっていまして、初日なんかはめちゃめちゃ重いなっていうのを感じましたね。ということで、この手首の周りは15センチほどになるんですけども、一番大きい 51mm のタイプでこのような感じになっています。そして重さがね、やっぱり 90g あるっていうことで、慣れるのにはやっぱり2日から3日ぐらいかかりましたね。特に夜就寝時にこの装着しながら寝るっていうのは、本当にここにね、腕時計乗っかってるなっていうのを本当にひしひしと感じましたけども、それもやっぱり 2,3 日ぐらいすると慣れてきます。そしてこの標準でついていたベルト自体で痒くなることや、また汗もなどね、
できたり赤くなるっていうことはありませんでした。そしてこのバンドそのものの素材になりますけど、非常に柔らかい素材になっていまして、遊郭にね通しやすいのがこれ意外に良かったですね。バンドの素材もなかなか良かったです。では次の点になりますが、それは視認性がどうかということになります。ご覧の通り MIP 液晶と言いまして、省電力でありながら常にこのように常時表示されているというね。やっぱり MIP 液晶ってめちゃめちゃ視認性が高いですね。屋内であればほぼほぼバックライトなしでも昼間だったらですね、見ることができます。ちなみに屋外でどんな感じで見えるのか撮影してきましたのでご覧いただければと思います。まず直射日光当たった時は本当に綺麗にね、はっきりと見ることができまして、アモレットや液晶ディスプレイとはちょっと違うなというのを感じます。そして木漏れ日があるようなね、ちょっと木々の間でも撮影してみたんですけども、よく綺麗に映ってると思いますけど抜群ですね。ということで屋外でも屋内でも視認性抜群ですし、もちろんバックライトを3段階で調整することができまして、今マックスになっています。これを1段階にしてみましたけども、こんな感じなんですけど、先ほどとほぼほぼ変わんないっていうのがわかるでしょうか。明るさでバックライトのレベルは1でずっと運用していました。それでも全く支障がないので、できることならバックライトは1でもいいんじゃないかなと思いました。この MIP 液晶の視認性ってすごく気になると思いますけども、本当にこのフォント自体もギザギザ感も感じることもありませんし、めちゃめちゃ美しいんですよね。個人的にはこのフェニックスめちゃめちゃ良かったなと思います。では次に気になるところとしましては、やっぱり通知がね、しっかり来るかどうかっていうのを気になりますね。まず最初に通常の電話になりますね。その後に LINE の通知、どんな感じで来るかをやってみたいと思います。では、まず最初に通常の電話がかかってきた時に、どんな感じの挙動になるかご覧ください。発信しました。はい。このように、楽天モバイルの楽天リンク経由で着信したんですが、バイブがブルッと一回震えまして、今着信中ですよという画面が出ています。ただこのまんまですね、受けることはできるわけではありませんので、スマートフォン上で電話を受けるという形になります。ですので、スマホに今電話がかかってきたということだけわかる仕様になっています。で、もし、電話に出れなかった場合ですね、不在着信通知が楽天モバイルの場合来ますので、電話が今あったんだっていうのは気づけるんじゃないかなと思います。では次に LINE の音声通話の着信がどんな感じで来るかご覧ください。発信しました。はい。今スマホの方に LINE の音声通話着信がありまして、そのすぐ後にもうウォッチの方にね、音声通話の着信中というはっきりテキストで教えてくれますし、バイブでブルッと一回震えて教えてくれましたので、今ね、LINE の音声通話の着信来てるんだっていうことはわかるようになってますね。じゃあ、電話に出れなかったっていう体で切りたいと思います。ということで、不在着信通知もしっかり到着しましたね。こんな感じで着信あった時に一回バイブで震えてくれて、出れなかった場合は不在着信通知が来ると、そういった体になっていました。では次に LINE のメッセージの着信がどんな感じで来るかご覧ください。今発信しました。来ましたね。おっと、これはすごい朗報ですね。ご視聴ありがとうございますと出た後に一番後ろにニコニコマークの絵文字が表示されました。こんな感じでちゃんと絵文字もね、表示されるの良かったですね。そして次に気になる点としましては、バッテリーの持ちではないでしょうか。さすがにね、ソーラー充電対応ということで、標準仕様からして、マックスでね、40日弱という風に謳われていますけど、実際どんな感じなのか調べてみました。というわけでこちらの表になりますけども、初日100%の充電から検証をスタートしました。そして丸1日経った時のバッテリー残量は 95% となっていて、前日差は 5% となっています。この日は屋内サイクリングを30分間行っています。そして2日目ですけども 91% の残量で、前日差では 4% の差ということで、この日もね、屋内サイクリングを30分ということになります。そして3日目は屋外のウォーキングを45分間行いまして、バッテリーがですね、この日5% 減りまして、バッテリー残量は 86% となっていました。なんと GPS を使った屋外ウォーキングでもバッテリーに与える影響っていうのはそんな大きくなかったなと思いまして、ここはちょっとびっくりですね。ただその日太陽が結構当たっていたのもあって、バッテリー消費が意外とね抑えられたんじゃないかなという気はします。そして最後ね、4日目の検証結果になりますが、バッテリー残量は 82% で、この日も前日差は 4% となっていました。この
の流れで見ていきますと、だいたい1日のバッテリー消費っていうのは 4% から 5% ほどになっています。というわけで 100% 使い切るまで22日間ぐらいかかるってことになりますのでね、もうその数値見る限りは申し分ないレベルになっていますね。もちろんスペック値ではね、40日弱このソーラー充電と合わせれば使えるっていうのになっているんですけど、結構ね、いろんな条件によりますけども、実際のところ22日ほど使えれば申し分ないんじゃないかなと思いました。100% 使い切るまでにまだまだ時間がかかりそうです。次に気になるところとしましては、やはり歩数計の精度ではないでしょうか。これまでと同様に1キロの直線でどれぐらいの歩数をカウントするのか、このウォークのアクティビティを使ってカウントをしてみました。ただですね、ちょっと注意事項になりますけども、使ってみて分かりましたが、このウォークのアクティビティに関しまして、タイムとか距離とかね、歩いたところのね、地図データを含めましてデータを取ることはできますが、なんと歩数に関しましては表示する機能はついていませんでした。ということで、どうやって歩数データを吸い出したかと言いますと、とあるアプリを使いまして、Google Fit と連携して、その Google Fit 上で表示されたデータが1回目の数値になりまして、それが1404歩となっていました。その時にですね、人力カウントでこちらで10歩につき1カウントしていった場合ですね、これが1408歩となりました。ということで、歩数の差はなんと4歩ということで、非常にね、誤差レベルとしては少ないなと思いました。そして誤差レベルで見ますと、0.3% という数値が出てきまして、誤差レベルがだいたいですね、0.5% から 0.6% が多いんですけども、0.3% という数値は平均よりもね、いい数値となっていました。ということで2回目のテストになりますけども、Fenix 7X Pro が出しました歩数センサーは1389歩となります。今回は Google Fit と連携したわけではなく、スタート時の歩数と、そして終了時の歩数ですね、その差を見たときに1389歩でした。そしてこの人力計測になりますが、10歩につき1カウントしていきましたが、ちょうど140という数値になりましたので、1400歩となりました。誤差は11歩ということで、誤差パーセンテージでいった場合 0.8% というね、これもなかなかいい成績でした。というわけで1回目と2回目を平均しますと、誤差レベルは 0.53% となりまして、歩数計精度の平均が 0.5 から 0.6% になっていたので、その範疇に入っているということで、飛び抜けて高性能っていうわけではなく、平均的なレベルとなっていることが分かりました。平均といってもね、めちゃめちゃいい成績になっていますので、普段使いの万歩計、またこういったね、歩数計として腕につけて一日中動き回るっていう、そうした使用用途としても十分じゃないかなと思いました。ということでですね、このステップのところ長押ししますと、本日の歩数がこのようにカウントされていまして、1週間どれぐらい1日ごとにね、歩いたのかとか、そういったグラフもこのウォッチ本体で見ることができますので、なかなか使い勝手いいんじゃないかなと思います。もちろん、Garmin Connect の方でも確認することができますので、どれぐらい毎日歩いているのか、しっかり測定してくれますので、健康維持のためにもおすすめだと思います。それ以外にも良かった機能がたくさんありまして、その一つは時報の機能になります。システムアラートを開くと時間っていうのがあります。ここの部分が今1時間ごとってありますけど、これがいわゆる時報になります。これオンにしておきますと、12時、1時、2時、3時ってね、その1時間ごとにちゃんと通知で教えてくれます。加えて、私が設定していますのが、10分前の日の入りの時刻になったら通知を送れるっていう設定にしてあります。そのタイミングで洗濯物を取り込むように今しているんですけどもね、こんな風にしてね、通知の機能を使っています。というわけで今回 Garmin の Fenix 7X Pro をご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。デザインも本当にさることながらタフネスでありながらビジネスでも使えるようなこのボディデザインですね。特にやっぱりこの MIP 液晶プラスソーラー充電、これが一番の売りになっていますので、これに魅力を感じるのであれば買いじゃないかなと思います。そしてガジェット的に見た時に機能が豊富で本当にカスタマイズ性が高いっていうのもね、ガジェット好きな人にもそそる一台になってるんじゃないかなと思います。気になった方は概要欄にリンクがありますので、そちらから詳細ご覧いただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。